信忠はなぜ勝頼を裏切ったのか。どうする家康に学ぶ日本史。非業の死を遂げた信忠は悲願を達成できたのか。穴山信忠は武田勝頼とは最も血縁関係が深いご一門衆であったが、最後は徳川家康に味方して勝頼を裏切った。なぜ信忠は勝頼を裏切ったのかを詳しく見ていこう。穴山家は甲斐国南部で現在の山梨県韮崎市である高知地方に領国を構えていた国衆であった。南北朝時代に武田氏から養子を迎えたことで、穴山氏は甲斐武田家の所流となった。さらに時代が下ると、穴山氏は武田姓を名乗ることを許されたご一門衆となる。そして穴山信忠は母が武田信玄の姉南松院で、妻が武田信玄の次女建昌院という武田宗家に最も近い身分であった。そのため勝頼の信頼も厚く、信玄亡き後の武田家を信忠は支え続けた。ところが1575年、長篠設楽ヶ原の合戦に武田軍が大敗すると、勝頼と信忠との間に政策をめぐって対立が生じていく。勝頼が織田信長、徳川家康と徹底抗戦を主張するのに対して、信忠は和睦への道を模索していた。穴山信忠は瀬名や松平信康と歩き巫女などを通じて連絡を取り合っていたという説も存在するが、確かな証拠は残っていない。勝頼は長篠で敗退して信濃の国へ逃れると、高坂正信の検索を用い、信忠を遠ざけるようになった。勝頼は正信の検索で相模北条氏との婚姻による抗争同盟の強化を行う。高坂正信はさらに勝頼に弱腰な主張を繰り返す穴山信忠の切腹を進言したという。しかしさすがにご一門衆の信忠を勝頼は処刑できず、正信の検索を退けたという。1580年天正8年、勝頼に疎まれた信忠は出家して梅雪斎不白と名乗ったことから、一般的には穴山梅雪の名でも知られている。信忠は名門武田氏存続のためにはご一門衆である穴山家が生き残るべきだと考え始めたようである。1581年天正9年、勝頼が長身長坂長官跡部勝助らを重用したため、信忠はついに織田信長に内通する。さらに信忠は翌年に勝頼が娘を信忠の嫡男にめとらせる約束を反故にして、武田信豊の子にめとらせるとしたことに激怒する。そのため信忠は家康と連絡を取って武田勝頼には見切りをつけて裏切ることを決断した。1582年天正10年2月、織田信忠の甲斐侵攻に際しては、信忠は甲府にいた人質を逃亡させて織田軍に協力している。同年4月、信忠らに裏切られた武田勝頼は天目山に追い詰められて自害している。その結果、信忠は織田政権より甲斐高知領と駿河江尻領を安堵され、織田氏の国衆となり、徳川家康の与力として位置づけられた。
同年5月に信忠は信長への御礼のため家康に随行して近江の国の安土城において信長に謁見している。織田信長からは褒美として泉州堺の遊覧を許され、家康と堺で6月1日は宿泊した。ところが信忠は翌6月2日に京都へ向かう途上で本能寺の変が起こったことを知る。穴山信忠は家康とは別れて畿内を脱しようとしたが、宇治田原で明智光秀が差し向けた一騎の襲撃を受けて亡くなったと言われている。享年42であった。信忠亡き後、嫡男穴山勝千代が武田氏当主となったが、若くして逝去したため、結局信忠の悲願は達せられることはなかった。